こんにちは。ゼロから宅建士第31回です。不動産の知識がなくても大丈夫です。前回は国土利用計画法と農地法を学びました。今回は盛土規制法と土地区画整理法です。どちらも法令上の制限の一つです。許可の数字と手続の流れが大切になります。一緒に着実に理解していきましょう。まず、今日の全体像を確認します。今日のテーマは大きく2つあります。1つ目は、盛土規制法です。危険な盛土から命を守る法律です。許可が必要な工事の規模を学びます。2つ目は、土地区画整理法です。街並みを整えるための事業です。過管地と管地処分がポイントです。どちらも数字と流れを抑えましょう。まず、盛土規制法です。正式には、宅地造成等を規制する法律です。危険な持ち土による災害を防ぎます。大雨で水地が崩れると大変危険です。この法律は2023年に生まれ変わりました。以前の宅地造成等規制法が前身です。大きな土砂災害がきっかけになりました。宅地だけでなく森林や農地も対象です。規制の対象が大きく広がりました。都道府県知事が規制区域を指定します。区域の中では工事に許可が必要です。次に規制区域の指定です。中心となるのは工事規制区域です。正しくは宅地造成と工事規制区域です。崖崩れなどの恐れがある区域です。知事がこの区域を指定します。区域の中で配布や節度をするときです。工事には原則として許可が必要です。許可を出すのは都道府県知事です。指定都市などではその市長が出します。ここが最も大切な数字です。どんな規模で許可が必要かを見ます。まず、小1の場合です。高さ1メートルを超える崖ができるときです。次に、節度の場合です。高さ2メートルを超える崖ができるときです。水土と節度を同時にする場合もあります。合わせて2メートル超の崖なら許可が必要です。崖ができなくても注意が必要です。節度の高さが2メートルを超えれば許可が必要です。さらに、面積の基準もあります。面積が500平方メートルを超えるときです。1メートル、2メートル、500と覚えましょう。許可の手続を確認します。許可を申請するのは工事主です。工事を行おうとする人のことです。許可を受けてから工事を始めます。工事が終わったら検査を受けます。知事の完了検査を受けるのです。基準に合えば検査推奨が交付されます。ルールを守らない場合もあります。知事は工事の停止や改善を命じられます。これを監督処分と言います。それぞ規制法にはもう一つの区域があります。造成宅地防災区域です。工事規制区域の外にある区域です。すでに造成された宅地が対象です。災害の恐れが大きい場所を指定します。知事は所有者に改善を促せます。最後に特質のルールです。区域が指定された時の特例です。すでに工事をしている人がいます。その人は21日以内に届け出ます。強化ではなく特質で良いのです。ここからは土地区画整理法です。土地区画整理事業を学びます。バラバラな土地を整える事業です。道路や公園を新しく整備します。宅地の区画もきれいに整えます。そのために土地を出し合います。これを減補と言います。少しずつ土地を提供し、公共用地にします。元の宅地に変えて、換地が交付されます。
勘地とは、新しく割り当てる宅地です。次に、事業を行う人です。施工者にはいくつか種類があります。まず、個人施工です。宅地の所有者などが自分で行います。次に、組合施工です。所有者などが7人以上で組合を作ります。多くの民間の事業はこの組合です。そして、公的施工があります。都道府県や市町村などが行います。国土交通大臣が行うこともあります。事業には時間がかかります。その間に使うのが過換地です。工事中に仮に使える宅地です。施工者が過換地を指定します。指定されると権利者はどうなるでしょう。過換地を使ったり収益したりできます。一方で元の宅地は使えなくなります。使用と収益ができなくなるのです。ただし、売買などは元の宅地で行います。所有権の登記はまだ元の宅地のままです。事業が終わると完治処分をします。完治を正式に交付する手続です。施工者が完治処分を行います。そして広告がされます。広告があった日の翌日が大切です。翌日から完治が従前の宅地とみなされます。つまり、権利が新しい土地に移ります。土地の広さには過不足が出ます。その差は生産金で調整します。お金で過不足を生産するのです。整備した道路などは広告の日が終わった時です。原則として市町村の管理になります。土地区画整理の注点を確認します。まず、保留地です。管地として定めない土地のことです。事業の費用に充てるためのものです。この保留地は施工者が取得します。次に、建築などの制限です。事業の障害になる行為があります。建築物の建築や土地の形の変更などです。これらには許可が必要になります。完治処分の広告まで制限が続きます。ここで今日のクイズです。正しいものはどれでしょうか？ A は節度で二栄島町の崖の工事は許可不要です。B は過換地の指定で従前の宅地は使えなくなるです。C は完治処分の広告の日に完治とみなされるです。少し考えてみてください。正解は B です。過換地が指定されると元の宅地は使えません。A は誤りです。節度で2メートルを超える崖の工事は許可が必要です。C も誤りです。完治とみなされるのは広告の日の翌日です。今日のまとめです。盛土規制法は許可の数字が大切でした。ウェイドは1メートル超の崖を生じるときでした。節度は2メートル超の崖を生じるときでした。面積が500平方メートルを超えても許可でした。許可を出すのは都道府県知事でした。土地区画整理法も確認します。過換地の指定で従前の宅地は使えませんでした。完治処分は広告の翌日に効力が生じました。数字と流れを繰り返し確認しましょう。次回は法令上の制限の最終回です。第32回のテーマはその他の法令上の制限です。細かい法律の許可や土地質を定理します。重要な数字を横断的にまとめます。この動画が役に立ったら高評価とチャンネル登録で応援していただけると嬉しいです。それでは次回お会いしましょう。